東京国立博物館の一角にある法隆寺宝物館。明治時代、法隆寺伝来の宝物300件余りが皇室に献納されました。大部分は現在東京国立博物館にあります。それらを保管展示するのが法隆寺宝物館。ここに金曜日と土曜日だけ開かれる特別な展示室があります。並んでいるのはなんともユニークな仮面。7世紀に大陸から伝わった芸能伎楽で使われました。2002年、奈良東大寺の法要で再現された伎楽の様子です。実際の伎楽がどのようなものだったかは現在ではほとんど知られていません。ユーモラスな動きに仏教的な教訓を織り交ぜ、法要や貴賓のもてなしの場で演じられていました。聖徳太子が法隆寺を建てたあたりの時代に伎楽が伝わってきまして、で法隆寺でも盛んに伎楽が行われたと。聖徳太子ゆかりの宝物として後世大変重視されて、また大切に伝えられてきたんだろうと思います。飛鳥時代7世紀の伎楽面が多数含まれているということが大変重要です。人の手から人の手へ伝えられた仮面としては世界最古の仮面と言ってよいと思います。これら伎楽面のうち2点の復元模造が制作されました。伎楽面の中でただ一つの女性面五女、インド由来の聖なる鳥カルラ、31面残っている東京国立博物館の法隆寺宝物の伎楽面の中で、楠の規制で飛鳥時代に作られた伎楽面が19面あるんですが、その中でも特に彩色がよく残っていて出来栄えの優れていた2面を今回選んでおります。欠損している部分に関しては古い写真などで少し残っている部分から推測をして、あるいは同時代の仏像の花の形だったりというのを参考にして復元をしています。またこちらのカルラの面ですと、例えばこのトサカの部分も欠損して、今はなくなってしまっているんですが、これに関しては近年ドイツの博物館でこの残欠部分が確認をされていまして、今回それを参考にトサカの部分を再現をしております。当館にある X 線 CT の装置で撮影をしまして 3D 計測をして、そこから樹脂製の原型をプリントアウトしまして、それを参考に実際の素材と同じクスノキでそれぞれ彫刻をしていただいています。仮面そのものは木彫ですので、仏像を普段は専門的に制作されている仏師に依頼をしております。あとは赤外線撮影を新たに実施をして、はっきりと出たその墨の線で例えばそのカルラの羽毛の描写ですとか細かい部分なども参考にして描いていただいています。宝物の中にあったほとんど原型をとどめない衣服、8世紀の伎楽装束です。これら装束の復元模造も制作されました。毛は宮廷女性が履いたスカート、五女の衣装です。鳳は役人などが着た服、男性の登場人物が身につけました。まず一見して驚かされるのはこの鮮やかな色彩なんですが、これらの色彩はいずれも天然の染料で草木などから染められたものです。緑地に黄色い絞り染めがされているんですけれども、奈良時代を中心に行われた独特の技法です。
でまたこの上の綺麗な文様はですね、草木や雲とか花の文様が染められているんですが、木製の版木にこの文様を彫って、それで布を挟み込んで染色をするという独特のやり方でして、それに詳しい研究者でも10回に 1,2 回成功すればいい方だというぐらい再現の難しい技法です。それぞれ伝統的な技法を再現できる方をなんとか見つけることができました。やはり原品と合わせてぜひご覧いただきたいという思いがあります。原品では制作当時の姿をなかなか想像するのが難しいところがございます。ところが今回、なるべく、現在分かる範囲から多角的に分析をして再現をしておりますので、こういったその鮮やかな彩色だったり華やかな装飾っていったものが、本来伎楽面という仮面にはついていたということを想像して、ぜひ原品をお楽しみいただきたいと思います。世界的にも貴重なはるか古代の仮面、法隆寺宝物館で直に向き合ってみてください。